F 近藤です。今日は公共の経済分野の基礎編として、ブレトン・ウッズ体制の崩壊と変動相場制について学んでみましょう。このグラフは円相場の推移を表しています。縦軸の方ですが、上に行けば行くほど1ドル250円、300円というふうに円安、下に行けば行くほど1ドルが150円、100円というふうに円高を示しています。重要な動きは固定為替相場制。1ドル360円。そして変動相場制。また、1971年のニクソンショック・スミソニアン協定。さらに、1976年のキングストン合意。こういった語句について今日は学んでほしいと思います。1944年7月にアメリカ・ニューハンプシャー州のブレトン・ウッズに各国の代表が集まって戦後の新しい国際通貨金融の運用方針を決めました。具体的には貿易の原則を決めて世界経済の安定化を目指したんです。1945年には IMF と IBRD が設立されています。IMF というのは国際通貨基金と呼ばれていますが、ここに書いてある為替相場の安定、為替制限の除去、短期資金融資を主な機能としています。為替相場の安定というのは、当時金1オンスが35ドルの金本位制なんですね。そのドルを基軸通貨として各国の通貨とリンクさせて固定相場制を維持するという機能でした。ただこの機能は変動相場制に移り変わる中で失われることになります。為替制限の除去というのは外国為替の売買や保有を自由にする。短期資金融資というのはこれが今一番重要視されているんですが、一時的な国際収支不均衡に陥った国に対して IMF の経済政策を受け入れるという条件で融資を行う。そうした機能なんです。IBRD は国際復興開発銀行と呼ばれていますが、経済発展や貧困削減を目的に加盟国に対して融資などの資金援助を行う国際金融機関なんですね。その資金は債券を売ることによって、え賄われているというわけです。現在は世界銀行の重要な機関の一つになっています。1946年には IBRD、1947年には IMF が業務を開始します。1948年には GATT。GATT というのは関税及び貿易に関する一般協定のことで、貿易に関する原則をですね、各国で決めていきましょうという動きが出てきます。そのような動きの中で1949年、日本はアメリカのドルを基軸通貨として1ドル360円の固定相場制の立場を取ったんです。
ところが1960年代に入るとドル危機が起こります。これは1965年ベトナム戦争が本格化してくるんですけども、その戦争のためにドルをどんどん増刷したんですね。もともとドルというのは世界の基軸通貨として需要が非常に高かったんです。それに加えて増刷をしていく。結果、アメリカではインフレが発生して、アメリカ経済そのものが不安定になってくるんですね。ドルそのものに不安を感じた人々は、ドルを金と交換し始めました。そして、大量の金がアメリカから流出していったんですね。1971年の8月、ニクソン大統領はついにドルと金の交換停止を発表しました。これがニクソンショックなんです。12月には1ドルを308円とし、ドルを切り下げてなんとか固定相場制を維持しようとしました。ところが1970年代というのはヨーロッパや日本が経済的に力をつけている。さらに1975年にはベトナム戦争でアメリカがこれ負けてるんですね。そうした状況下の中でキングストンの合意、つまり先進国の変動相場制への移行が正式に承認されたんです。今日は固定為替相場制。1ドルは360円。さらにニクソンショックとスミソニアン協定。さらにキングストン合意について学んでもらいました。次はプラザ合意、そしてルーブル合意と進んでいきたいと思います。